今ですね、島根半島西部の沖磯、渡船を使った磯へ来てます。今10月末なんですけど、この時期の阿古キジハタはですね、シャロに刺していることが多くて、冬場に向けて荒食いをしている状況だと思います。で、おのずとシャロエリアを中心に調査していく数釣りの季節ですね。で、あんまりここ今俺何回目だろう、2、3回目なんですよここ。だけどまだ地形とかの把握とかもあんまりうまくできてないというか、初めてでも初めてでなくてもやっぱり周囲の状況把握みたいなのからスタートですね。まずは86で遠投して向こう岸を重点的に、手前は後から76でフォローというかちょっと細かく探っていく、そんなイメージですね。わあ、すっごい浅い。今使ってるタックルはインクルーダー ES86M6 レンジスナイプです。島根山陰エリアのスタンダードであり、自分にとってはもう最高の相棒です。で、リールはダイワの LT4000 クラスで P ラインが 0.85 で、リーダーが19ポンド、一応合水表記では4号ということになってますねを1キロ半ほど、リーダーは FG ノットで結束して使ってます。で、今使っているルアーはスイミングリグ、30g ですね。このスイミングリグ自体も自分が監修させてもらって作ってもらったやつですね。基本的には昔からある日本古来の漁具であるインチクがベースになってます。遠投性能に優れて、なおかつ根がかり回避能力も非常に高く、あと非常にねアピール力も強いんで、スピーディーに効率よくエリアをサーチするのに非常に適したリグです。まずは居場所を探す。ストラクチャー、この辺がストラクチャー濃い。岩もあるしウィードも生えてる。非常に根魚が好みそうなシチュエーション。自分が始めたのが約十数年前にはなるんですけど、その当時ホームである島根山陰エリアで、根魚、釣れるのは分かってても専門的に狙ってる人が全くいなかった状態だったんで、外れが非常に多かったってことですよね。ここなら釣れるだろうって出て、でも全く釣れずにっていうのがもう何回も数えきれないぐらいあって、で手探り状態だった時に浜田のGソへ歩いて出て、お手製のスイミングリグで釣れた47、8、自身初の山陰阿古ランカーサイズだったんですけど、大汗かきながらたどり着いた磯で浮かび上がってきたオレンジの魚体っていうのは、あれがいまだに記憶に鮮明に残ってて、開拓の楽しみ、新たなリグやメソッドの確立をする楽しみ、そういうのを求めて、でやってるうちにのめり込んでいったっていう感じですね。自分なんかもスナイプの86を作った時なんかはそのスイミングメソッドっていうその泳がせる釣り方でずっとやろったんですけど、それでずっと釣ったんですけど、今はやっぱりさすがにそこでずっと一日中やってね、ずっと釣れ続ける方そうじゃなくなってきてるんで、ジグヘッドとかあとはフリーリグとか併用して使うようになって、でやるとまたそれで釣れるっていう、だからスイミングリグで釣れんかったやつをフォローするみたいな。
まあいいサイズっぽいですね。まあインクルードの86の前には余裕です。ランディングするときですね、結構足元に近くなればなるほど足元のブレークに魚が引っかかる場合があるんで、そういう時はですね、ラインを軽く緩めるとですね、魚の方がね暴れて外してくれることが多いんで、根がかっても魚が引っかかっても慌てず、これはいいサイズですね。非常にアグレッシブなバイトしてきました。まあ40あるかないかぐらいのサイズですが、まあ非常にナイスサイズでナイスファイトしてくれました。まあスイミングリグの2点は何より根がかりにくい。おっしゃ食った。これはまあまあいいファイト。今根がかりを外してプンと外れた瞬間に食ってきたですね。ランカーではないですが、それでも十分いいサイズですね。はい、サイズは35ぐらいですかね。でまあインクルード86のいいところはですね、こういうサイズでも非常に竿が曲がってファイトを楽しむことができます。そんなロッドです。根魚ゲームに求めるロッドはまあ8フィート中盤から後半ぐらいの、まあ、比較的長めなロッド、あとはまあスピニングであること、まあ、自分の場合はですね、特に遠投、もうどんな状況でも向かい風でも追い風でも遠慮なくリグをね遠投できる、そういう意味じゃまあ、最近はもうベイトリールの性能も非常に上がってきて、バックラッシュとかですね、そういうのも気にせずにフルキャストできるっていうのもあるんですけど、まあ、自分の場合やっぱりスピニングが性に合ってるというか、ずっと使い続けてきたんで、あとはそのパワーですね。まあ、今でこそねスピニング、根魚用のスピニングロッド、長くて非常にパワーのあるもの、いろんなメーカーさんが出してるんですけど、自分が前身であるスナイプ S86WX 作った当時はですね、まず8フィートを超えるようなロッドが数少なく、なおかつスピニングがそもそもほぼなかったって言っていいぐらいの状況だったんですよ。自分の中ではそのベイトタックルの立ち位置のスピニングロッドが欲しくてですね、10年経ってもいまだに自分は現役で使えるロッド、最前線で使えるロッドだと自負してますんで、今はねインクルードというさらに新しいロッドができたんですけど、たとえこれがなくてももうスナイプでもう2025年、来年2026年、それからさらに数年後、間違いなく使い続けていたであろうというもう確信はあります。スナイプがスイミングリグ、スイミングメソッド完全特化型だったに対して、インクルード86に関してはスイミングもこなすし、ジグヘッドやフリーリグ、テキサスリグとか比較的ロッドワークを駆使して細かく動かすようなリグですね、そういうのにも対応すべく若干ですね、スナイプ86に比べてちょっとロッド全体に張りを持たせてます。どちらもそつなくこなせるオールラウンダー型ですね。次々釣れるかと思ったが意外とそうでもない。あ、くそ、今当たった。合わせきれん。投げるごとに結構すげえバイトがあるんですよね。すごいな。でもなんで乗らんのだろうかぐらいに。ちょっと後でフォローで76いきます。自分がですね根魚ゲーム、展開するときには、インクルード IS76M2
テクニカルスナイプで、今使っているインクルード IS86M6 レンジスナイプと、あともう1本、ヘビーロッドである IS88M9、マグナムバレットの3種類を主に使っています。で使い分けなんですけど、日本海でアコキジハタを狙うときはもう主軸に86を据えて、86で取りきれない、もうちょっとライトな方が当たるねっていう時には、IS76 を使って、ほぼメインはやっぱり86ですね。で86でほぼほぼ網羅できるかなと。ただやっぱり86のちょっと待って、今当たった86で取りきれないというか、もう少し軽いリグでふわっと落としたいとか、もうちょっと細かくリグをアクションさせたい、そんな時には76をチョイスします。で、逆に88ですね。88に関してはもう自分の中ではもう九州四国遠征のスペシャルロッドというか、タマン、あとはスジアラとかですね、ああいった暴力的なファイトをする魚に対応するために、もう今は手放せず必ず持っていく遠征時の相棒となっています。インクルード86でちょっと速い釣りを展開したんですけど、ちょっとね反応が鈍ってきたというか、ちょっとスローな展開がいいかなと感じたんで、今インクルード76に持ち替えて、ジグヘッド 14g ですね、スイミングリグでトレースしてた線をもう少し細かく探ってみることにしました。ショートレングスでショートグリップだけアクションもしやすいし、で短い分だけ軽いんで、食った、よっしゃ、A サイズ、強いファイト、ツッコミがすげえ、すごく突っ込む、86のようにですね強引なファイトはさすがにできないんですけど、ゆっくりとでも確実に魚を寄せてくる、そんなイメージですね。ナイスサイズ。いやー、これいいサイズですね。これも確実に40オーバーですね。魚も素晴らしいし、ロッドも素晴らしいです。携わらせてもらっているロックフィッシュカテゴリーのロッドに関しては、まず遠投が効く、あとはその自分のリズムですね、マークリズム、スイミングっていうアクションは意外とベイトよりもスピニングの方が演出しやすいメソッドだと思ってるんで、食った根魚ゲームはですね、だいたいサイズ的には中小型が主体となる場合が多いんですけど、その魚でさえも、しっかり曲げて楽しめる。よし食った。で不意に訪れるランカーサイズの強い引き、それでもゼナクの特徴である独特の奥深さといいますか、曲がった状態からさらにリフトアップする、そういうブランクスの強さ、粘り、そういった意味で自分はもうこれからもゼナックブランク一択でやっていくと思います。